誰だ！んだよ、誰かと思ったら健介じゃねえか。なんであんなとこで見てんだよ。入れ入れ。歩くのも面倒なのか？ったくしゃあねえな。誰かと思ったら健介だったぜ、お母。う、座れ座れ。どうしたのだ、小僧。さっきから変なんだよ。外からこそこそこっちを嗅ぎ回ってたかと思ったら、なんかぼーっとしちまってよ。俺が引っ張ってやらなきゃ部屋にも入ってこねえ。変なやつじゃの。水でもぶっかけりゃ目覚めるかな。あ、起きた。なんなのって見りゃわかるだろ。人間無骨。怪しいやつがいたら刺すだろう。刺すの？ガタガタうるせえやつだな。細かいことぐちぐち言うなよ。そん時はそん時でうまくやるに決まってるだろ。バカかてめえは。ちゃんと手か足あたりを狙うって。手や足を貫かれた程度で人が死ぬか。だよな。見りゃわかるだろ。こいつの手入れだよ。当たり前だ。バカか貴様は。武具は武人の魂だぞ。日頃からちゃんと手入れしとかねえといざって時に答えてくれねえだろ。てめえ、なんか俺らのことバカにしてねえか？でも今武器の手入れも全部鏡とかに任せてるんじゃないかって顔してたぞ。ならいいけどよ。とりあえずこいつは俺の命を預かってくれてんだ。手入れだって他人に任せちゃおけねえよ。兵の体をぶった切るときに首の骨や背骨で止まってもつまらんしな。そうそう。つうか穂先だってちゃんと手入れしてやらねえとすぐ血のりで錆びちまうしな。まったくだ。
で、小僧の腰のものはちゃんと手入れしてあるのだろうな。道具ならその辺の使っていいぜ。母、ちょっとその布取ってくれ。布くらい手元に置いておけ。ほらよ。うっせえな。あんがとう。うん。なんだよ。あまり喋るな。穂先が乱れる。何言ってんだてめえ。こんなところで死んじまったらそれ以上殺せねえだろ。その言葉そっくり貴様に返すぞ。わしらの心配をする前に小僧は自分の心配をせえ。そうだそうだ、100年早えよ。おやま、健介は弱っちいからちゃんと俺が守ってやっからよ。足りめえだ。鬼なんぞに指一本でも触れさせるかよ。ゆくゆくは肥やし屋の婿にもなってもらわねばならんからな。何言ってんだ母。このガキ、この間の殿の話を聞いてから色気づきよってな。ことあるごとに俺は健介の嫁になれるのかなどと聞いてくるのだぞ。てめえ、そんなこと一言も言ってねえ。知らすぞこら。いいのや虫はガキは作っても祝言あげたりはしねえだろうが。祝言か。そうか。確かに森家に小僧を迎えるなら祝言の一つもあげねば格好がつかんな。確かにそれは考えなんだな。てめえ、それ以上何か言ってみやがれ。どうなるか分かってんだろうな。ほほん、祝言をあげるかどうかは森家棟梁たるわしの胸一つにかかっておるわけだが。あげたいのであろう祝言。わしがうんと言えば小僧との祝言すぐに取りまとめてやっても構わんのだぞ。困ってなんかねえ。ならばこの話なかったことに。それは。やれやれ。夫候補殿がそういうのでは仕方ないな。今日はこのくらいにしておいてやるか。健介。健介。そういうんじゃねえからな。なんでもねえって言ってんだろ。ぐるー。
そうそう、そういえばこの間も昼寝しておる時にな。てめえ表に出ろ。で、小僧はどうなのだ、小夜叉のことは。クソガキは生意気にも祝言をあげたいなどとほざいておるが、お主はどう思っておる？うん？それ以上。そうか、ならば決まりだな。あん？それくらいてめえで考えろバカ。あ？母、油。おう。ちゃんと準備しておけと言ったろ。小僧、ほれ。クソガキ！おや！やるじゃないアヤナ。お市様もなかなかなのです。ならいくよ。負けないのですよ。てめえら、くそー、俺も人間無骨がありゃ混ざるのに。やめい、小僧。放っておけ。ガキがじゃれておるだけだ。てりゃー！てー！やっぱりやるじゃない。アヤナとここまで戦えるなんて想像以上なのです。なら次で。
やりますね。だから言うたであろう。じゃれておるだけだと。お母さん、トウコさん、小夜さん、久しぶり。お兄ちゃんも来てたんだ。久しぶりだな、お市様。やれやれ、遊び終わったならお前らもさっさと入れ。はーい、わかったのです。そうなのです。だってトウコさんと小夜叉が来てるって聞いたからさ、久しぶりにゆっくり話がしたいなって思って。なんか気になってたんだよね。三河武士ってすっごく強いって聞いてたからさ。なんかいきなり殴りかかってきたから応戦してたのです。久しぶりに骨のある相手だったから楽しかった。あやなも楽しかったのですよ。近江武士にもなかなか骨のあるやつがいるのです。尾張の兵は弱卒ばかりと聞いていたですが。そんなことないよ。だって小夜叉たちも尾張。俺たちは美濃出身だぞ。尾張の弱卒なんかと一緒にすんじゃねえよ。なはは。やっぱり弱いのかな。けどよ、この中じゃ尾張の武士はもうお市、身も心も近江武士のつもりなんだけどな。それにお姉ちゃんも市はもうお嫁に行ったんだから尾張じゃなくて近江の人間だって言ってたし、尾張には戻ってくるなって。だったらやっぱり今の尾張武士は美月はまあまあだけど、他のは俺の相手になんねえだろ。にゃ？ですね、お市様は結婚してるのですか？そりゃしてるよ。若奥様だよ。すごいでしょ。すごいのです。そうか、お市様は祝言を挙げてるのか。そりゃあげたよ。あれ、小夜叉一の祝言に来てなかったっけ？なんかめんどくさそうだったからな。森家からは鏡が言ってたはずだぞ。なはは。わしは言ったが？マジか？そういえばそうだっけ。小夜叉も来ればよかったのに。参考になったやもしれんのにな。てめえ。にゃ？小夜叉も祝言あげるですか？あげるわけねえだろ、バカか。でもお市様の祝言、あやなも呼んでほしかったのです。あやなのことを知ってたら呼んでたけどね。でも葵ちゃんは来てたはずだから、そのお供で来てたんじゃないの？全然覚えてないのです。多分来てなかったと思うですが。
祝いの演舞で槍の手合わせでもしておればともかく、いちいち人の祝言の客まで覚えておるものか。小夜叉は綾菜を祝言に呼んでくれるですか？だからそんな予定ねえって言ってるだろ、バカか。綾菜が祝言を挙げる時には呼ぼうと思ってたですが、いるのか相手。いないですよ。でも綾菜は本田家の当主ですから、いずれは婿取りもしなくちゃダメなのです。お母さんも呼んであげるですよ。ふむ、なら楽しみにしておいてやるか。負けておれんな、クソガキ。誰が。ねえねえ、一は来てくれるですか？もちろん、行く。じゃあ呼んであげるのです。やったね。うっせえ、俺に振るんじゃねえ。ね、小夜叉は呼んでくれないですか？だから相手がいねえって言ってるだろ。綾菜も相手はいないけど、呼ぶ約束はできるですよ。どうなのですか？呼ぶから黙ってろ。わーい。ねえねえ、イチは？お市様も呼んでやるから。やったわしと小僧はどうじゃ？そうじゃな。なら小僧はどうじゃ？おとなしく手入れさせろ。気が散ってしょうがねえだろ。もう祝言とかどうでもいいじゃねえか。ねえねえ、それでさ、瞳子さんたちはやらないの？まだだ。武器の手入れが終わっておらん。なら一もしよっかな。小屋さんもまだなんでしょ？もうちょっとだ、少し待ってろ。だったら綾菜もするのです。お母さん、道具を借りていいですか？好きにせえ。お母さん、そこの油を取ってほしいのです。うん。小屋さん、布はない？その辺にあるだろ。ほらよ。ありがとう。そうだよ。すっごく可愛いからお気に入りなんだ。鹿頭、布。はいですよ。ってこれ油ついてるじゃねえか。油のついてないやつ。健介。絵に油なんかついてたら大変だからな。なのです。私とお前が言うんじゃねえよ。血のりがべったりついても滑っちゃうですよ。そんなところですっぽ抜けるようではまだまだじゃな。10人殺せるところが5人しか殺せんぞ。だよな。そういうの手持ちの武器って不便だよね。その点1は殴るから安心だよ。そこだけは羨ましいのです。そうか？俺はぶん殴った時に手に伝わるぐしゃって感じより、人間無骨でまとめて串刺しにした時のズガって感じの方が好きだけどな。それがいいのに、なんかこう戦ってるって感じがするでしょ。
まあ確かに5人10人は一度に串刺しにはできないけどさ。だったらやっぱ槍の方がいいな。10人まとめて串刺しにした時とか戦ってる感じすげえぜ。どうしたのお兄ちゃん。よしできた。このくらい研げりゃ50匹は余裕だな。小ヤシャが50匹なら1は何匹にしよっかな。俺は50匹が余裕って言っただけだからな。本気出しゃもう20匹や30匹。黙れクソガキ。おお。10匹だの20匹だのくだらん。せめて100は買ってみせ。当たり前だ。100匹でも200匹でも。あやなは1000匹買ってみせるですよ。じゃあ1は1万匹。クソガキもそのくらい吹いてみせ。分かってるっつの。ちょっと手加減してやっただけだ。鬼の100万や200万。あやなは別に手加減とかいらないのですよ。全力でかかってきやがれです。1万。ああ分かったよ。いい度胸じゃねえかてめえら。どうしたんだ健介。さっきから黙っちまって。変な健介様なのです。どうした小僧。当然だ。これから鬼退治に行くのだから、この程度の力がなくては困る。だね。いよいよだもんね。腕が鳴るぜ。あやなもたくさん鬼をぶち殺すのですよ。んだと。一番ぶっ殺すのは俺だからな。一も負けないんだから。なら誰が一番強いか決めてやる。今度は負けねえぞ。槍の1本や2本あるくらいであやなのトンボ切りが負けるはずないですよ。そうかな。拳が最強だって教えてあげるんだから。クソガキどもがさえずりおるわ。そんなものわしに決まっておろうが。バカを言うでない。ここで大人がちゃんと見本を見せてやらねばガキどもには伝わるまいが。正面から圧倒的な力で叩き潰して。この年から小さくまとまってどうする。少々型破りなくらいがちょうど良いというものだ。そんなの当たり前でしょ。そうなのです。それに健介様はどう考えてもあやなに守られる側なのですよ。んだと。健介は俺が守ってやるに決まってるだろ。こんなに弱っちいんだから。健介様はあやながお守りするですよ。ちょっといちもお兄ちゃん守りたいんだけど、やっぱり誰が一番強いか決める必要がありそうだな。勝った人が健介様をお守りできるですね。絶対負けないんだから。人気者だな小僧。贅沢者め。だが小僧の体はもはや小僧だけのものではないのだからな。これからの戦いでは貴様が日の本を救うための切り札となるわけだ。
貴様は絶対に死ぬなよ。どうした？こちらを見くびっていた生臭坊主が槍で一息に貫かれた時のような顔をしてわしがこのようなことを言うのが意外か？森家はお姉ちゃんが織田家の棟梁になってすぐの頃からいろいろ手伝ってくれてるんだから、別におかしくなんかないよ。つまらん話よ。それに今すべきは昔話よりもこれからの話であろう。大丈夫です。健介様は綾菜がしっかりお守りするのですよ。はあ、松平の腰巾着が何言ってんだ？健介は森一家で守ってやるから安心しな。一も浅井氏動かそっかな。ブー、まこっちゃんだって分かってくれるもん。確かに殿さんは大事なのです。お市様は誠がいるし、鹿兜は葵の姉ちゃんがいるってことは、やっぱ俺しかいないってわけだな。母、俺は健介を守ってやっていいよな。構わんぞ。ぐにゅにゅ。いいの？代わりに一条谷の森一家の手柄は全部わしがもらってやろう。安心して小僧の腰巾着にでも何でもなるがよい。しまった。健介。でもお前弱っちいだろ？だね。なのです。そうか。健介はそれでいいのか？じゃあ仕方ねえな。お前がそうまで言うんじゃ聞いてやってもいいぜ。けど健介、お前弱いんだからあんまりしゃしゃり出てくんじゃねえぞ。おう、健介がそこまで言うんじゃ仕方ねえな。任せとけ。さて、これでよし。みんなお手入れ終わったですか？おう、大丈夫だよ。よし、なら行くぜ。うむ。どうしたのです、健介様？どこと言われても試し切りに決まっておろう。そうだよ、だから行くんじゃない。健介様、おっしゃってることがよくわかんないのです。ったくノリ悪いやつだな。まず武器の手入れが終わるだろ。なら調子が良くなったかどうか確かめたいだろ。だったら実践に行くのが一番いいに決まってるだろ。おかしくねう。あたりには偵察の連中を出しておるからな。戻ってきたらすぐに出るぞ。え。ああ、わかったのです。行くぞクソガキども。